こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田と鈴木です。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、スライディングボードの使い方の指導ということで、前回この翼を紹介させてもらったと思うんですけど、この翼を使ってスライディングボードの使い方を、鈴木さんに指導したいなと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術を紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。スライディングボードは本当に使い方分かってるとめちゃくちゃ便利なものなので、ぜひ、覚えてもらえたらなと思うんですけど、これの購入のお問い合わせ結構あったんですけど、どこをたどればいいか分からないということで、今回この翼の販売ページをうちで作ることができましたので、概要欄に貼っておきますので、もしご購入など検討される場合はそこの概要欄からチェックしてみてください。では実際に、使い方やっていきます。はい、じゃあスライディングボード、この翼を使って説明していきますけど、まずね、スライディングボードを使う条件としては、アームサポートが外れるタイプの車椅子はもう絶対なので、こういう車椅子を使ってください。で、ベタ付けですね。いつもは30度言ってますけど、これを使う際はベタ付けで、車椅子をできるだけ良さに近づけます。はい。で、この状態で、これですね。早速登場ですけど、こんな感じで使います。このベッドと車椅子に箸をかけて、ここをスライディング滑るような形で、以上って感じですね。はい、なので、できればベッドの高さを車椅子の座面に対して拳1個分ぐらい上がってたらいいかなと思います。拳1個分そのままだと結構ね、坂道つくんで勢いつくかもしれないですけど、利用者さんのお尻自体はちょっと沈んでますので、もうちょっと高さは少なくなるので、これぐらいがいいのかなと思います。じゃあまず使い方をやっていきますね。はい。まずは、山田君普通に座ってますけど、座れない方がね、対象になってくる場合が多いと思います。なので、介助ですね。しっかり挙動作で起こした後、支えておいてください。支えた状態で車椅子を寄せてきて、ブレーキしっかり両方ともかけます。はい。この状態でアームサポートを跳ね上げます。はい。で、今度このスライディングボードを、差し込むんですけど、その際に傾いてもらう。はい、こうですね。で、そこにこのスライディングボードを差し込むんですけど、差し込み方はこの真横に入れてもいいんですけど、結構入りにくかったりもするので、若干斜め上から差し込むような感じですね。はい。で、この翼のいい点は、ここガイドラインっていうのがついてて、車椅子のタイヤに対してこのガイドラインがまっすぐ向くような形になっていると、場所的には OK って感じですね。はい。これが分かりにくいっていうのが、これが分かりやすいっていうのがこのスライディングボードの特徴でもあります。はい。で、こっちの座骨結節、お尻の出っ張りですね。ここがこのスライディングボードに乗ってたら OK です。はい。じゃあ今度はこっちの液管に手を通して、逆に傾けながら、こちらの手で、利用者様のお尻を押してあげる。そしたら、自然とスライドしますんで、簡単に異常ができます。はい。で、あとは抜いてあげる。ですね。で、ちょっと今ね、座る位置が微妙なので、あとは座り直しとかで直していただくと、よいしょ。はい。で、アームサポートしっかり閉じて、完了ですね。はい。で、今のはちょっと逆で戻してみますね。はい。はい。はい。で、帰りはですね、車椅子からベッドに乗り移る際は、食堂とか、そういったところから帰ってきたときに、しっかりと車椅子をベッドの横につけます。はい。こうですね。で、スライディングボード使うので角度は0に近くしてください。で、両方しっかりブレーキかけてあげて、フットサポートから足を下ろしてあげます。はい。で、乗り移る際にもしね、片麻痺、右麻痺、左麻痺あるとは思うんですけど、もし可能なのであれば、非麻痺側側から乗り移るようにした方が、より安全に行えます。今やったら右の麻痺ですね。右の麻痺でやるって感じです。で、ここにもし介助バーがあれば、もし持っているのであれば、介助バーを持ってもらった上で、スライディングボードも併用するとより安全に行えるって感じですね。はい。で、ベッドの高さを車椅子よりも、今度はちょっと低くします。はい。座面に対して拳1個分ぐらいちょっと下げてもらってもいいのかなと思います。
ただ、スライディングなんでこう速度がねちょっと気になるって方は同じぐらいの高さでもまあまあいいのかなとも思います。はい、じゃあこの状態でスライディングボードも用意していただいて、ベッドの高さも変えて、でアームサポートを上げます。はい、でもちろんアームサポート上げたことによって倒れないようにだけは気をつけてください。で今度はこっちのスライディングボードを差し込むんですけど、さっきと一緒ですね。こっちに傾いてしっかり持ってあげて、ここ浮いたところにスライディングボード、この翼を差し込みます。はい、この翼のポイントはタイヤに対してこのガイドラインがまっすぐ向いてたら OK ですね。はい、でここちょっと浮いてますけどあんまり気にしなくて大丈夫です。でこのままでちょっとね今深く座ってる分お尻がタイヤに当たりそうなので、こういう時はちょっとね前に出してあげるのも一つかと思います。こんな感じで、そうすると、より安全に乗り移りができるかなと思いますんで、今度はこっちですね、乗り移りたい方に傾けてお尻、反対のお尻を押してあげるとスーッと移乗ができるといった感じです。でもちろんね全解除レベルであれば倒れないように支えながらスライディングボードをよいしょ抜いてあげて、で車椅子を下げてあげて、でこれもどけて、寝ていただくっていった流れですね。はい、じゃあこの一連の流れを、鈴木さんにやってもらいます。で利用者さんが倒れないように支えながら車椅子を寄せてあげてください。はい、はい、本当はね起き上がりも全解除でやった体ですね。はい、そうですね、結構片手での作業になるので難しいと思います。この時に車椅子を利用者さんにぶつけたりして怪我させないようにしてください。もうちょっと遠いので近づけましょうか。足当たるのいいですか？足の下に入るように工夫しましょう。はい、で無理にね0度にしなくてもいいです。じゃないとフットサポート当たっちゃうんで、こういう角度でいいと思います。はい、はい、そうですね、アームサポート跳ね上げて、はい、でそう反対に傾けながら差し込みます。そうですね、はい、でこれ分かりやすいですよね。このガイドライン、ね、どこまで刺したらいいかとかすごく分かりやすいと思います。はい、で反対に傾けて、でお尻をスライディングですね押してあげる。もう決してね抱えないです。あくまでスライディングボードなので。はい、今のはちょっと上がりにくかったと思うんですけど、はい、滑りにくかったと思うんですけど、はい、ベッドの高さをね上げ忘れてたと思うので、はい、ベッドの高さを上げてからやってください。はい、ちょっとじゃあもう一回もうそのまま座ってもらって、今の感じとじゃあベッドの高さをね拳1個上げた状態どう違うかを一回比べてみてください。いきます。そうですね、支えながらベッド操作するときはねやっぱ危ないですから、はい、これでちょっと高いぐらいですね。はい、じゃあ同じようにやってみましょう。はい、そうですね、このガイドラインにできるだけ合わせる形で、はい、はい、座骨結節が乗ってたら OK かなと。いきます。はい、OK です。さっきと比べてどうですか？めちゃめちゃ楽になりました。そうですよね。はい、重力が助けてくれますからね。はい、はい、じゃあ今度そのままそうですねスライディングボードを抜き取る。はい、はい、でアームサポートを戻してあげて、そうですね足の位置とかしっかり正してあげて、はい、これで OK ですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今度逆にベッドに変えるパターンでやってみましょう。はい、はい、このままいっていいですか？はい、このままいきましょうか。じゃあ変えてきましたとして、はい、はい、いいですね。まずベッドの高さを変えて、アームサポートを跳ね上げて、であと同じようにでベッドの時と違って車椅子の場合、差し込みにくいのは、やっぱ体を傾けにくいんですね。反対のアームサポートがあることで、なのでその辺をうまく工夫しながらやってください。はい、はい、
どうしたらやりやすいですか？まあスライディングボード自体をはい。僕の場合結構縦にしてはい。差し込むような要領、ぐっと座面に押し当てるような感じで差し込むと差しやすいと思う。これは痛くないんですか？大丈夫です。大丈夫ですか？はい。そしたらできますよね。はい。じゃああと反対傾けてお尻を押してあげる。いきまーす。はい、はい OK です。ちょっと今難しかったのは、はい。どうしても車椅子ってちょっとはい取りますね、座面に対してここ、フレームがあるんで、はい。ちょっと盛り上がるんですよ。はい。なので、一回盛り上がらないといけないんですね、はいここがちょっと重たくなるかもしれないです、少し重かった。重かったですね、はい。じゃあ今のちょっと工夫してみますね、はいちょっとじゃあもう一回こっちに座ってください、はい。これじゃあそれさしてはい。さしてもらってはい。はい、じゃあ今度は同じようにやるんじゃなくて、今ねお尻に体重が乗ったまま回してたんですけど、はい。気持ちですよ、決して持ち上げたりしなくていいんで、はい。足に体重が少し乗るように前屈させながら、前屈していただきながら同じように骨盤を押してくださいね、こっちの骨盤。持ち上げてないですか？持ち上げてないです。はい、そうするとまだマシかなと。はい。後ろに乗ってた体重をちょっと前に移すだけでここ乗り越えるのがちょっとはマシになると思うんで、まあ、そんな感じでやってもらえたらいいかなと。はい、そうですね。はい。で車椅子どけて、いいですね。でまあ寝ていただくスペースができたら足のねここに当たらんようにもうちょっとどけないといけないですね。なるほど。はい、はい OK です。でブレーキしてくださいね、車椅子はね。はい、これで OK ですね。はいでまあ寝ていただくっていう形ですね。はい。はい、OK です。はい、ということで今日はスライディングボードの、まあ、使い方復習っていう形でやらさせていただきました。じゃあ鈴木さん感想をお願いします。はい。まあ、道具があると単純に便利だなと思いました。はい、じゃあはい、じゃあ山田君ワンポイントアドバイスをお願いします。はい。ポイントというのは、この前これを使っている利用者さんがいたんですけども、以前普通の既製品といいますか、もっとごっついやつ知ってる方はね、四角形のね。はい、いてると思うんですけども、それからちょっとこれに変えた方がいてるんですけども、その方がこれ何が変わったかっていうと、すごく入れやすい、お尻に。ちょっと今日鈴木さんもねやったと思うんですけども、入れる際がちょっと入れにくい。持ちやすいですからねこれ。こう見た目上のこともあるのが、この方がやっぱりねちょっと尖ってるのですごく入れやすいということで、その翼さんのここが、スムーズに入るようにね設計されてるのかなと思いますけど、そういう面ではこの翼っていうのはすごくいいなと思いましたので、もしね使う機会があればぜひ試してみてくださいというふうな感じに思います。はい、でこういう福祉用具使うと本当に腰の負担とか少なくなりますので、ぜひねこういう道具使って頼っていただくの方が絶対いいと思うので、どんどん活用していってください。ということでね、今これ販売ページ概要欄に貼ってますので、ぜひそちらからアクセスしていただいて、注文いただければ、そのリンクから買えることになってますので、ぜひ、チェックしてみてください。ということでいつもコメント高評価ありがとうございます。これからも、介護技術であったり福祉用具紹介していきますので、チャンネル登録応援のほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。